はい、こんにちは。では今日はね、皆さん占いは好きですか？男性よりも女性の方が占い好きって多いと思うんですけど、あれなんででしょうね。男の人も好きな人いると思うんですけど、圧倒的に女性の方が好きな人多くないですか？なんでしょうね。わかんないんですけど、そこに関しては。で、恋愛、人間関係、知らなかった自分の性格など、見るとね楽しくなりますよね。そういうところが占いの楽しみだったりすると思うんですけど、そこで、今回の、動画はかなり信憑性の高い、占いを紹介したいと思うんですね。そして今回は、この動画だけじゃ終わらないんですけども、大規模な一つのコンテンツのような動画にしたいと思ってるんです。複数に枝分かれする動画なので、自分の必要とする内容の動画を再生して視聴していただくシステムです。良いとねやっぱ感じた方はぜひね、お友達とかお知り合いとかに、SNS でもシェアしてほしい内容です。チャンネル登録も増やしたいお願いします。で、その占いなんですけども、知ってる方もねいるとは思うんですが、もう知らない人もいるんじゃないかなと思って、そこら辺も含めて約ね、20年ぐらいなのかな、ほど前になるのかな、動物占いっていうものが流行ってた時期があったんですよ。で、僕もね、占いって、嫌いじゃないんで、当時その動物占いの存在は知ってました。その後もあったので知ってました。そして占いってまず当たるも八卦当たらぬも八卦みたいなことを言ったりすると思うんですよね。その通りだと思うんですよ。で、僕もその通りだと思ってるし、例えばそのテレビとかでね、フジテレビとか TBS とか、よく朝のニュースとかの番組で、今日の星座ランキングとかなんか当てたりするじゃないですか。結構ね、見たりするときあったけど、めっちゃどうでもいいくらいの占いで、ラッキーアイテムは傘とかさラッキーそんなレベルでしょ。ラッキーアイテムは傘とか、例えば雨も降ってないのに傘持たされられるとかね。で、ラッキーカラーはピンク色の湯飲みとか、これ例えばだけど、そんななんか感じのノリじゃないですか。そのたまたまね、全人口の 5% ぐらいの人たちが的中したとして、当たることもあるとは思うんですけど、95% ほどの確率で当たらないと思ってるし、僕がそんなテレビのね、そういう星座ランキングとかを見てきたことを考えてもね、人生経験上ね、そんな当たらないっていうイメージしかないんですよ。そこで今回その動物占いを改めてなぜ紹介したいと思ったのかの理由なんですけども、その動物占いっていうのは占いっていう名称は使われてますけれども、実はその占いっていうカテゴリーというよりは、あれ学問の統計学と心理学を合わせてできた情報になるんですよ。なので占いというよりは、本当に信憑性のある、情報をもとに作られた、その人間説明書みたいなようなものだったりするんですよ。で、それを分かりやすくしたのが動物占いっていう、名称で世に出回ったんですけども、で学問の統計学についてなんですけども、四柱推命っていう学問があります。占いのよくカテゴリーとかにもされてるんですけども、四柱推命っていうのがもの自体がね、1000年以上かけて、その1億人以上のデータを分析してできた、統計学らしいんですよ。四柱推命っていうもの自体が。で、そういう言葉自体とかは結構有名だったりするので、聞いたこともあると思うんですよね、人によっては。で、僕のおばあちゃんなんですけども、去年他界した僕のおばあちゃん、地元で有名なその祈祷師さんをずっとしてたんですけども、よくね、自宅に幼少期の頃からそういう四柱推命の本とかも置いてありましたね。それだけじゃないんですけどね、
それもあった。よく見てた記憶がある、おばあちゃんがね、自分がパラパラ見てもよく分かんなかった。難しいこと結構書いてあるからね。で四柱推命は、なんか深く、入り込むと内容が結構難解なんですよ。理解が、難しいところが結構あってて、ちょっと分かりづらいんですよね、その深く入り込むとね。でその信憑性の高いその四柱推命のデータを、今回分かりやすく伝えたものがその当時の動物占いという内容だったんですけども、その性格とか、恋愛、思考、行動パターン、そういったものを、12匹の動物に割り当てられて、できた内容ですね。で四柱推命のデータベースをその現代人に当てはめて、さらにその心理学の要素をプラスしてもっとその分かりやすくしたのが現代版のこの四柱推命というような状況である動物占いというものだったんですよ。でさらに現時点2023年ですけども、新しい要素もこう加わって僕も説明したいなと思ってるんですけども、で僕も占いについてはその嫌いではないんです。基本的には。ただ信憑性のない占いは嫌い、どっちかというと嫌い、好きではない。過去にね、いろんな占いが世に出てきたと思うんです。いろんな占い、その女性の方とか特にいろんな占い見たことあると思うんですよ。自分のこと見たり、恋愛のこと見たり、仕事、人間関係のこと見たりしたことも絶対あったと思うんですよ。で僕も興味本位で見たりすることも多かった方なんですよ、男としては。ただやっぱりその一番信憑性が高くて、共感して納得できたものが動物占いだったですよね、当時から。なんか一番当たってるなとか、該当するなみたいな思うことが多くて、でその理由としてはやっぱり占いじゃなくて、そういう統計学、学問的なことが入ってるので、わりかし当てはまることが多いというものだったんですよね。でその、自分とかね、他人を客観的に見た時に実際に当たってるなと感じることもあったし、友達とかを長く付き合ってる友達とかをそれで当てはめてもなんか合ってるなみたいな思うことも多かったですし、で、そういう人間哲学的な目線から、参考にさせてもらったこともあります。なので、動物占いっていう、占いというより学問、統計学プラス心理学が交わってできた、人間説明書に近い内容だと感じてます。で今回僕はそういった理由で取り上げたいなと思ったんですよね。ちょっと今 YouTube でね、雑学とか心理学的なものもちょいちょい動画を出したので、そこにちなんだ大きな一つのコンテンツ、もう一つね理由あるんですけど、僕のはまだまだ YouTube 登録小さいんですけども、やっぱこれからも広げていきたいなと思ってて、いろいろ見てる人のデータって統計が見れるんですよ。その Google なんでどういった人が視聴してるかっていう年齢層とか男女比率みたいなで、なんか圧倒的にね、なんか男の人が多いんですよ、僕のチャンネルの動画って。なんかね 90% ぐらい男性だったんですよね。でそれが嫌だっていうわけじゃないんですけど、女性ユーザーも取り込みたいなって僕は思ってて、両方ね、そうなった時に、占いってやっぱりみんな好かれてるようなっていうこともあって、今回チャレンジしてます。チャレンジっておかしいかな女性ユーザーをどんどん増やしていきたいよってことですで、占いの話に戻ると、もちろんね、その 100% 当たる内容ではないと思ってます。動物占いといっても、比較的ね、でも他のものに比べるとだいぶ該当することが多い。その人間関係、恋愛、仕事、性格、相性など含めて、他の占いと比べても、ずば抜けて共感できる内容や参考になることは多かったですよね。でその僕の、個人的視点だと、おおよそなんですけども、大体 60% から 70% ぐらいは該当するとか共感できることが多いんじゃないかなと
思うんですよね。人間いろんな人たちがいるし、その思考や考え方っていうのも人それぞれ違いますし、その生活してきた環境とかも違うし、100% 当たることは存在しないと思うんですよ、この世に。やっぱそういう占いって、だけどその中ですごい大半を占める60%、70% は回答できることが多いなと思えるぐらいの内容なんですよね。でその人間、統計学なんでね、その大まかな行動パターンとか思考パターンとかがその同じようにその属することが多いとかね、こういう人はこういうふうに考えがちになっているとか、そういったことをいろんな情報を調べ上げて、そのまとめたデータベースから引き出したその情報だから、やっぱ該当することは高くなってくるという意味で楽しめるんですよね。なので楽しんでほしいなと。この動物占い、その占いができるように僕作っているので、で説明するのこと細かくね。でまずはその最初にねすべきこととして、自分が何のその動物に該当するのかを調べる必要があるので、その統計学&心理学に基づいたこのコンテンツ、動物は何かっていう調べる方法の動画っていうのを別に作ってるんで、まずは自分が何の動物に何かを調べる方法の動画を見てください。まずはこの動画プロローグなので、こういったものをやりますよっていう情報ですね。で今回は僕このコンテンツにコンテンツのために動物ちゃんと12匹描いたんですよね。手書き、そのペンタブでその絵上手じゃないんですけどね、いろいろちょいちょいそういったところも頑張ってます。とりあえずその内容を見てください。ではこの動画は一旦ここまで。